人が生きるために必要なこと、その一つとして睡眠が挙げられる。人は寝ることによって脳、そして体を休ませることによって心身ともにリフレッシュすることが可能である。我々人類にとって睡眠とは大切なはい、こんにちは、はじめ社長です。皆さん寝てますか？僕も最近寝てます。何言いたいかわからなくなってきた。今日はちょっとね、睡眠についてでございます。皆さん寝る時にはどうやって寝てますか？そのまま引いて布団で寝るか、ベッドでね、寝るという2パターンぐらいがあると思うんですけども、敷布団で寝てもベッドで寝ても共通する一つの弱点があります。それは何か？おもらしです。我々人間で誰しもやはり出るわけですよ。誰しも出るわけなんで、ひょっとしたら寝る前にトイレに行かずに寝ると、もう皆さんもですよ、皆さんに言えることなんですけども、寝る前にトイレに行かずに寝ると、ひょっとしたら皆さんもおもらしをしてしまうかもしれない。ご失禁でございます。おもらししてしまうかもしれない恐怖とともに、私たち人類は今まで生活してきたわけなんだが、私は思いついてしまった。そう、おもらしする可能性が我々全員にもう 1% でもあるのだったら、その 1% にかけたいと思って、私は今回おもらししても大丈夫なベッドを作ることを考えました。用意するのはこちら。うわー、もうやだ、ほらこちらにバケツをたくさん準備しました。これで何をしようかと言いますと、皆さんシャンパンタワーってご存知でしょうか？ワイングラスみたいなやつを重ねてピラミッドにして、一番上のワイングラスにシャンパンを注いでもこぼれないんですよ。綺麗に全部に入っていくという。今回それの原理を利用して、このバケツでもひょっとしてまず怖い。なので今回私がイメージしているのは、おもらしをする可能性。おもらしをしても濡れなきゃいいんですよ。その床とか。おもらしをしても全てのバケツに液体が溜まっていって床につかないというね、自由におもらしし放題なベッドをね、このバケツを使って作っていこうと思います。バケツを引いて、その上にバケツでベッドを作って、その上からおもらしをしてもいろんなバケツに溜まっていくわけですから、必ずおもらしを床に漏らさない完璧な、もうおもらしし放題のベッドができるわけでございます。では早速やっていきます。まずは床にバケツを引いていきましょう。こうやってバケツを配置していくことによって、もうね、隙間なく、もうどこでもおもらししてもいいね、ベッドを作ります。よし、できました。完璧でございます。上から見て絶対こぼれないんですよ。どこを見ても地面が見えてないので、必ずどこかのバケツに溜まります。はい、というわけでまずは布団を引いていきましょう。布団はね、別にもうね、おもらししちゃってもいいんです。洗えばいいですから。けどね、フローリングが濡れちゃうとね、カビとか生えちゃうかもしれないんで、さすがにフローリングはやばいっすわ。なのでちょっと布団だけ引かせていただきます。完璧っしょ。これマジで完璧じゃない？わかりますよ、僕の言いたかったこと。これでもし上で僕がおもらししても、漏れたその液体は全部このどれかのバケツに入れるので、絶対下は濡れないんです。もしおもらししちゃって溜まったら、それを一つ取ってね、こうやって流せばいいだけです。これ意外とやばいんじゃない？これきたっしょ。いや、もうこれで枕置いたらもう寝るだけでしょ。というわけで皆さん、大人も子供もおじいちゃんおばあちゃんも、そして我々若者も、いつおもらしするか分かりません。そんな時、いち早く対処したい時、ぜひバケツでベッドを作ってみてはいかがでしょうか。みんな震えてる。なんで？いやでもオチになったからいいけど。